YouTube を始めて2週間ほどが経過いたしましたが、数々のグッドボタン、コメント、そしてチャンネル登録いただきまして、誠にありがとうございます。今回はオイルパステルを用いた、自画像制作のご様子をノーカット早送りでお送りいたします。で、長い動画でございますので、私の準拠する絵画のことであったり、いろんなお話をしながら一緒にご覧いただければと思います。この動画はですね、普段私が行っている修行の様子、ドキュメンタリーでございまして、このように画用紙にオイルパステルを使ってガシガシと鏡に映った自分を描くという制作の様子でございますけれども、コーヒー飲みながらやっているわけですね。以前は暗闇の中でライトを用いた自画像制作、そういう動画をお届けいたしましたが、今回はですね、自然光の中で光を制限せずにやった自画像の様子でございまして、光を制限しないということは色も多様で陰影も豊かな状況でございますから、以前より一層難しいシチュエーションでございます。修行であると申しましたのは、いわば完成を目指さないでやっているということです。すなわちこういう作品にしたいなという目論見だったり計画を持たずにひたすら描いていく、そういうやつですね。早送りにしておりますが、そして私の顔は見切れて見えませんけれども、にらめっこしながら、対象とにらめっこしながら手元ではガシガシと、色を置いていくということで、率直にですね、見えたものを見えたように描く、そういう実践をやって、でご覧になり続けていただければわかると思うんですが、どんどんですね、顔の傾きだったり、表情だったり、色形が変わってまいります。それが一つの完成を目指さない修行という意味でございますけれども、これ合計1時間半ほどかけて行った制作の様子を早送りしたものですが、前回の暗闇の自画像だったり、これまでやってきた暗闇シリーズではですね、30分ほどで完成するんですね。ただとりわけ今回のような光を制限しない状態でやる自画像、これにはかかる時は2時間ほどかけて、やるんですけれども、どんどん塗り重ねていって、またやり直しといいますか、その上に塗り重ねていって、やっていくわけです。オイルパステルという画材の性質上、ふっと色を塗ったら下の色が隠れて新しい色に塗り替わるという、いわゆる隠蔽力ですね。そちらに優れている、それがオイルパステルですけども、その特性を利用してか利用されてかですね、どんどん形を変えていくわけです。私の絵画は笹井幸太さん多大なる影響を受けておりまして、このようなオイルパステルを使った、そして自画像制作、このモチーフまでもですね、大いに影響を受けている点でございますけれども、私が大学生前半の頃ですかね、一枚の笹井さんの絵を見て、それを発端に画家の活動を始めたわけなんですけれども、 YouTube で名前を検索していただければ、笹井さんの解説動画だったり制作の様子の動画などがたくさんありますので、ぜひそちらも合わせてご覧いただければと思います。私は
大学生の頃から繰り返し勉強させていただいておりますね。なぜこのように完成を目指さない、いわば苦痛に満ちた修行を行うかというとですね、それが一つの私の絵画の流儀でもあるんですけれども、分かりやすく言うと写真のはしためにならないというテーマでございますね。今や大方一人一台精巧なカメラを持っている時代でありますね。誰もが写真を撮れて、画像を保存できるという時代でございます。そこで危ぶまれるのが絵画の存在意義でありますね。写真が一般に流通している現代において絵画の意義とは何かというところですね。すごいフラットに言えば、白い紙に一本横一文字の線を引いたそこに地平線が見えたり、大海原が見えたり、山の山脈が見えたりするもの、それが絵画であり、一方で画面が明らかにこれは秋の山の写真だとか荒れ狂う海だみたいなことになるのが写真ですね。言い方を変えますと、鑑賞者が積極的に見るのが絵画であり、画面から勝手に見せつけられるとでも言いましょうか、それが写真であります。今ちょうど画面を見ますと目をひんむいている私が見えるかと思いますが、鏡の中の私も同時に目をひんむいてやっているわけです。これもどんどん書き換えられていくわけですが、話を戻しますと、絵画というのは見ることであると。こう私が今絵を描いて、今姿勢を変えましたけれども、この描いているものは私作者自身がですね、鏡に目で見たものを何とか描き表そうとして描いているわけでございますが、巻き戻していただければわかるように、これはもともと一枚のまっさらな白紙でございました。その白紙の上に色や線やそういったものを描いていって何かに見せる、そう頑張っているのが作者でありますけれども、同時に作者が描こうとしてこう頑張って今ガチャガチャガチャっと塗っているわけですけども、作者が見たものは絶対に作者は描けないんですね。すなわち見たまんまの景色が紙にそのまんま乗り移ることはないですし、少なからず作者の色使いだったり手の震えなどが反映されてやっと画面に出るっていうのが、作者にとっての絵画ですけれども、鑑賞者としては作者が見ていた風景ではなく、作者によって見られ、そして描かれた絵を見るということ、そしてその描かれた絵を見てそこに何かを見出すというのが絵画でありますね。だんだん何の話をしているかわからなくなってまいりましたが、すなわち写真ではないということ、それは荒々しい筆跡だったり、緻密でない私の筆遣い、そういったものに表現されているかと思うんですが、私が志す、準拠する考えはそのようなところでございます。絵は写真のはしためになってはいけないということ、とりわけ現代においてですね。そうは申しましても、結果が全てであると。絵画は完成した姿
で永遠に保存されるものでありますから、このような制作過程を見せることはある種邪道ではありますね。この絵ができるまでにどのような手順が踏まれたか、どのように執り行われていたか、そういうものは筆境鑑賞者にとっては論外、すなわち、関係ないことでありますね。なのでこのある種修行と題しました私のこの制作行為は、私のためだけにある時間でありましたので、公開するのはもしかしたらこれが最後になるかもしれないですけれども、そういう感じでですね、私は絵を描き続けておりますぞということでございます。で、完成形はですね、すでにインスタグラムの方にアップしておりますので、そちらをご覧いただければと思います。あるいはこの動画の最後の方まで飛ばしていただけましたら、最終的にこの絵がどうなったかっていう結果は映りますので、そちらまで飛ばしていただいても構いません。あとはですね、ちょっと喋り続けてしまいましたが、制作の様子だけを見たいんだ、ご覧になりたいという場合であれば、ぜひミュートしていただいて流していただければと思いますけれども、いつの間にか顔らしくなっておりますね。ちょっと喋り続けてろくに見ていなかったんですが、今こんな顔になってましたね。で、この顔もですね、またこのように崩してしまっていて、なんでこう崩すかっていうと、まず一つには目の前の風景とだんだん違ってきたからっていうことと、あとは絵としてかっこよくなくなったっていう、若造の毛がありましてですね、はしためになってはいけないっていう理論を話しましたけども、究極どんな絵を描きたいのか、私が絵画で目指すべきところは何かと言いますと、かっこいい作品を作りたいわけですね。もういろいろな方面からいろんな話もできるわけなんですが、すごく平らに言って率直に申し上げれば、かっこいい絵を作りたいわけです。それこそ私が、稲妻の衝撃を受けた笹井さんの絵というのは、まさしく私にとって一番かっこいいものであります。インスタグラムもフォローさせていただいているんですが、もう毎作品ですね、本当に素晴らしいですね。そういう絵を描きたいという、単純な野心からですね、絵は描き続けているわけですけれども、私がこう何度も何度も塗り重ねて、描き直すという表現は妥当ではないかもしれないんですが、描き続けるているわけですけども、この動画では。なんで続けるかといえば、かっこよくないからです。まだ全然かっこよくないですね。一回こうやって目をバーッと描いちゃってから、また見直す。見直すというのは文字通り対象を見直すことであり、自分の画面を見直すことでありますけれども、やっているわけです。なんと言いますか、人間の行う諸芸術の発端は、そういう単純な気の起こり、イケてるとか生かすとかクールとか渋いとか、一言で言えると思うんです。もちろんその一言に収まらずですね、やり続けていると、いわゆるその書くとはどういうことか、その行為の発端とは何かみたいなことをいろいろ考えられます。そのような話も今後この YouTube ではやっていければなと思うんですけれども、初めに話す絵のこととしては、私はかっこいい絵を描きたいんだということをここに話しておきたいと思います。
まだあと、6分ほどこの動画はありますが、ここからですね、また巨大な変化、後々この今着ている緑のシャツもですね、また別の服装に変わる、そういう時間が来ますので、お楽しみにしていただけたらと思いますね。こう書いている様子はですね、パフォーマンスでは元なくてですね、普段やっている私の修行の様子を定点で映しているということで、本当に反問しながら自然抜刀やっているわけでして、この油絵じゃないですね、オイルパステルの性質を生かしたこの修行っていうのは、前の動画でも何か申し上げたかもしれないんですが、心安らかな活動ではないわけです。ただそこにやはりもうその行為自体に目的があるとも言えますし、それを通して私の何かが発達していくんじゃないかとも思うわけですね。で、かっこいい、先ほどかっこいいって話を申しましたけども、そのかっこいいの基準は何かと問われれば、これもまたいろんな説明の仕方が出るんですが、一つには単純にですね、最終的な完成形として、例えばマチエールの奇抜さに重きを置くだったり、その絵の写実性、すなわち精密に写し取られていることの能力の高さ、そういったものではなくてですね、いわばコントラストですかね。ハイビームの映された風景が好きと前言いましたけれども、多分そのコントラストとか、あとはシミュラクラ的な、そういう呪術的な人間の新作用、そういうものを促されるようなちょっと不気味な形、この絵は最終的にどうですかね、むしろここら辺で止めておいた方がその美学的にはかなっているのかもしれませんけれども、少なからず、完成とした時点で何かその時に私は完成としたゆえんがあるんだろうと思いますけれども、いろんな好みがありますよね、絵には。で、改めてですね、この動画をまた白紙の頃から遡って流していただいて、果たしてあなたはどの瞬間の絵が好きですかみたいなことも一つ試してみると面白いかもしれません。このように苦しい修行の様子を、一つの動画にまとめさせていただきましたが、一つのこれを新たな物質として素材としてですね、ぜひ堪能いただければと思います。どの瞬間の絵が一番あなたのお好みでしょうかということです。ただこの制作過程を見せるということは、画家にとってあまり好ましくないものではありますね。単純に手の内を明かすっていうことへのところもありますし、あとは何かその一つの作品にはこういう労力がかかってうんぬんみたいな、やかましい脚手をつけることになってしまうっていうことにもなるというか、私自身そう陥る可能性もあるなと思いつつやっているわけですけれども、1年に1度ほどはこのようにノーカットをお届けするかもしれません。またいつの間にか表情だったり傾き、そして服装、ライティング、色使いも変わってきましたが、もう終盤に向かっている頃ですね。単純に1時間半も描き続けますとですね、体力はそがれますし、疲れております。だんだん首がもたげていって目も疲れているから、こういう見て描き出されたる
目も疲れているように見えるのかもわかんないですが、そんな詮索はどうでもよいことでして、いよいよそろそろ、終わりでございますけれども、もういいかなとちまちまやりだしたら大きなリセットをかけるみたいな場面がこれまで多く見られたと思うんですけれども、絵はだいたいそうですね。小さいところにとらわれているなと思ったら大きくやり直す方が吉である、そういう場面多いですね。暗闇の動画の方ではオイルパステルは隠す力が強いよとか大胆にとか言いましたけども、今回の動画でこそその、ことがよくわかるかなと思います。はい、これが最後の一筆になります。ここでいいかなと言って、終止符を打ったわけでございます。今回早送りの都合上音声はなくなってしまいましたが、ため息は合計600回ほどついたかなと思います。こういう修行をですね、普段やっているということで、ございました。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。